皆さん、こんにちは。東京大学教養学部でALESAプログラムの運営委員長を務めております、清水晶子です。今日はALESAフローという授業の紹介、これらのプログラムをサポートするALESSラボや駒場アカデミックライティングセンターをご案内し、最後にALESAの学生の方々のプレゼンテーションをお見せしたいと思います。今日の世界では、学術の場において英語という言語が優位な地位を占めています。このことは、英語を母語としない人々にとっては新たな負担となっています。なぜなら、専門分野の知識、研究方法、議論の組み立て方、新たな知見に加えて、英語という外国語をマスターしなければ、自らの研究成果を世界中の人々と分かち合うことが難しい状況となっているからです。こうした状況を踏まえ、研究者として国際的に活躍するために必要な学術的英語の基礎を習得できるように、東京大学教養学部前期課程では、ALESA、フローという3種類の必修科目が開講されています。ALESA の授業ではアカデミックライティングを、フローではディスカッションのためのスピーキングを学びます。主な目的は、学術論文を作成する上での基礎を学ぶことです。すなわち、分析的思考、論理的な文章構成、説得力のある表現や叙述法などです。ALESA は、1年生全員が1学期間履修する必修科目です。独自に開発されたカリキュラムに基づき、少人数のクラスでこれらの技法を学びます。ALESSは理系の学生を対象とする授業で、学生自らが実験を考察します。そして、それを題材として、IMRAD、Introduction, Methods, Results and Discussion という形式に沿って、自然科学の論文を執筆します。また、国際会議などに参加する際に求められる口頭発表や質疑応答のスキルも身につけます。さらに、研究計画の立案、実験の実施、結果の分析や解釈といったそれぞれの段階で、ALESSラボと呼ばれる施設が学生へのサポートを提供しています。ALESA は文系の学生を対象とする授業です。人文、社会科学に関するテーマについて、論理的な文章を執筆し、高度なプレゼンテーションやディスカッションを行う方法を学びます。駒場アカデミックライティングセンター、コークと呼ばれる施設では、ALESAにおける論文執筆をサポートするため、バイリンガル、マルチリンガルの大学院生が学生の相談に応じています。フローは7週間にわたる1タームの授業です。英語で論理的なディスカッションができるよう、スピーキング力を鍛えることを目的としています。ALESAで培われた英語力を補完的に強化するための授業となっています。それでは、ALESA、フロー、それぞれの授業の特色と学生支援のための施設について、これから具体的にご紹介していきたいと思います。皆さん、こんにちは。今から東京大学1年生の英語能力を高めるために、英語で行われる必修科目を紹介いたします。私はそのプログラムを教えている一人であり、カンジェミと申します。よろしくお願いします。1年生はアレスコースかアレサコースのいずれかを受講します。フローは1年生全員の必修科目です。では、まず、アレスとアレサについてご説明します。アレスは理系の1年生が受講します。アレスでは学生は少人数のグループに分かれて研究テーマを選び、先行文献を調査し、独自の実験を行います。その後、研究内容を英語で論文にまとめ、プレゼンテーションを行います。アレスは
1セメスター13週間で行うコースです。ALESAも1セメスター13週間です。ALESAは文系の1年生が受講します。ALESAの文系1年生は自ら選んだ研究テーマについて先行文献の調査し、英語で論文を書き、プレゼンテーションを行います。フローのコースは英語レベル別のクラスに分かれて行われます。フローは理系、文系どちらの学生にも役立つコースです。フローは1ターム、つまり7週間のコースです。フローは英語コミュニケーションのクラスです。そのため、授業内容には英語でのディスカッション、ディベート、プレゼンテーションが含まれます。詳しくは ALESA フローをウェブサイトでぜひ検索してみてください。これで当プログラムの3つのコースの簡単な紹介は終わりです。それでは共通する特徴をいくつか見ていきましょう。1つ目は Active Learning。2つ目はプログラムの教員。3つ目は学習支援です。さて、1つ目の Active Learning というのは何でしょうか？それは学生自身が自発的に学習に取り組み、独立した学ぶ力を育てることです。例えば、学生が興味ある研究テーマを決め、自分で先行研究を調べたり、答えを探したりします。学生たちはクラスメイトと話し合い、互いに助け合いながら学びます。もちろん、このプロセス全体を通して、私たち講師があなたをサポートします。ALESA フローの教員は29人います。出身国は14カ国にわたり、話せる言語は合計10カ国語で、バイリンガルやトリリンガル、つまり2つや3つの言語を使うことができます。さらに、教員は全員それぞれの学術分野で博士号を持っています。教員たちの母語は様々ですが、みんな共通語である英語で研究をし、国際学会で発表をし、論文も出版しています。授業を英語で受けるのは大変かもしれませんが、ALESA フローでは様々な充実したサポートがあります。例えば、駒場アカデミックライティングセンターでは、英語全般に関するサポートを提供しています。論文執筆だけでなく、研究全般に関するアドバイスを受けたり、プレゼンテーションのリハーサルなどもできます。また、ALESS 事件のサポートは ALESS ラボで提供しています。各プロジェクトについて、大学院生がアドバイスを提供します。これで当プログラムの共通の特徴と3つのコースについての簡単な紹介は終わりです。ありがとうございました。皆さん、ALESS プログラムの副委員長、ダイアナ・カルティカです。これから理系の ALESS 学生の簡単な実験を支援する施設、ALESS ラボについて紹介します。ラボについて詳しく調べたい方は、QR コードを読み取り、ALESS ラボのウェブサイトにつなげます。駒場アカデミックライティングセンターの英語部門長としても務めております。このセンターでは、皆様のライティングプロセスも全般的に支援します。後ほど紹介されます。さて、ALESS ラボでは、駒場キャンパスの1号館の1階にあり、毎学期の開始時間がウェブサイトに更新します。
ALESS ラボは理系の ALESS 学生を支援するために作られ、理系の ALESS 学生のアカデミックライティングプロジェクトにおける簡単な実験を支援するため、様々な機材や道具があります。また、ラボには教員のマネージャーと大学院生の TA たちが皆様を支援します。アカデミックライティングプロジェクトには実験の種類が主に4つあります。ウェットプロジェクト、アンケート調査、観察調査とデータベース調査です。ALESS ラボはそれぞれの実験を支援します。科学研究の主な流れはこのようにまとめられます。まず、画面の左から皆様は担当教員の指導の下で自分のテーマを決めます。それから、Research Question と仮説を立て、自分の行った調査で仮説を検証していきます。次に、自分で決めた実験方法がいかに仮説を検証できるかどうかというプロセスに、担当教員とともに ALESS ラボが支援します。結果が出た段階、データ分析と解釈の支援をします。科学研究のアカデミックライティングプロセスはこの通りです。理系のアカデミックライティングは IMRET 方式で執筆します。ライティングプロセスは早い段階からフィードバックをもらいながら重ねて書いていくことをお勧めします。1、Introduction。2、Methods。3、結果。4、考察などについて、ALESS ラボの TA たちがアカデミックライティングセンターの TA たちと二人三脚で皆様を支援します。以上、ALESS ラボの支援について紹介しました。次、皆様のアカデミックライティングプロジェクトにも不可欠な駒場アカデミックライティングセンターの支援について紹介します。こんにちは。コンバアカデミックライティングセンターの英語部門のクン・フェリックスです。ライティングセンターについて紹介したいと思います。ライティングセンターには日本語部門などいろんな部門があります。皆さんが入学したら、特にユーロ制度英語部門では、ALESS、そしてフローを練習する学生をサポートしています。ライティングセンターは15館にあります。室内の様子をお見せします。どうですか？作業スペースは複数あって、個室のようなブースや大きなテーブルもあり、モニターなども機器もあります。英語問では、ライティングをサポートする20年以上のシューターがあります。シューターは東京大学の修士課程や博士課程の大学院の先輩で、アカデミックライティングが得意な日本人学生やいろいろな国から来てくる留学生がいます。ライティングセンターでは、ALESSの英語の論文についての相談ができます。中だとトピックやテーマ、指導の検索方法、構成などいろんな過程で出てくる疑問や困りごとなどについて相談ができます。そして、フローのサポートとして、中だとプレゼンやスピーキングの練習などができます。ライティングセンターでは、自律的な書き手を育てる場所です。そのため、ライティングセンターは皆さんが一人でもより良い論文を執筆できるよう、書き手との対話を通じたサポートを行っています。ぜひ、入学したらライティングセンターを何度でも利用してください。ありがとうございます。Hello and welcome to the University of Tokyo Online Open Campus. My name is Anri Tokazu and I took the ALESS course last year. Today I'd like to introduce my research. In the ALESS, you will learn academic writing. It includes 4 parts: introduction, methods, results, and discussion. In the introduction section, you give the reader the information to understand the motivation behind your study. The methods section shows how you conducted your survey or experiment. In the results, you show purely what was found.
In the discussion, you interpret the results, including strengths and limitations of the research and broader implications. For example, how can you use the results for science or society? So let's go on to my research. We all make choices about what clothes to wear every day, and those choices are influenced by many things, like the weather, the temperature, or our daily schedules. For example, we wear coats when it's cold and lighter clothes when it's hot. But what about color? Do we wear brighter colors when the weather is nice? Do we dress in dark colors on Mondays? Or maybe do our feelings and emotions affect what colors we choose? That was the main question of my research. What factor affects the color of clothes we choose to wear? This study investigated the relationship between the color of clothes and the day of week, the weather, the temperature, and the feeling when people choose their clothes, especially in the morning. Based on previous research, I established a hypothesis. People wear colored clothing more often when the factors lead them to bear positive emotions, especially on weekends, sunny days, and on mild days. To explore the research question, I conducted a 2-week survey with students at the University of Tokyo. This is the English translation of the questions. What colors were the tops and bottoms that day? Was there a specific reason for their outfit? And how did they feel that morning on a scale from 1 to 10? 174 responses were collected. At the same time, I recorded the weather and temperature using data from the Japan Meteorological Agency. So what was the result? First, I discovered the weather and the day of the week didn't have much effect on clothing color at all. Surprisingly, people didn't wear more colorful clothes on weekends or sunny days. Temperature had a slight effect. When the temperature was above about 13 degrees Celsius, people were more likely to wear colorful clothes. But this effect was small. However, the most interesting result was about mood. The better people felt in the morning, the more likely they were to wear colorful clothing. So, it seems that our emotional state, more than any fixed factor like weather or schedule, influences our color choices the most. And this study had a limitation. The lack of variability in the data made it difficult to analyze accurately. For example, there were only 2 rainy days throughout the 2-week survey. Here are the implications of this research. First, for the fashion industry, it might be more effective to recommend colors based on the customer's mood or personality rather than the season or day. Second, for ourselves, we might be able to gain insights into how we feel just by looking at the color or clothes we choose each day. Throughout the project, I learned how to create a scientific question, design a method, collect and analyze data, and share my findings, all in English. It was a very rewarding experience, and I hope this presentation gave you a small look into what ALESS is like. Thank you for watching. Hello, my name is Shugo Yasuda, and I'm in my first year at the University of Tokyo. I will give a brief presentation about my research before sharing my thoughts on the ALESA course. Firstly, I will explain my topic and the reason why I chose to learn more about it.
My topic was in relationship between authoritarianism and economic stagnation in the Sahel countries. I was especially interested in this region before I entered the university. I also wanted to dive deeper into the political system and the North-South divide. Moreover, recent news of consecutive coups in this region prompted me to seek more. For these backgrounds, I decided to focus on this topic. Next, my research question was, how have authoritarianism and economic stagnation affected each other in the Sahel countries? Ideally, I should have said a question with why or the reason, but the question of how type seemed more precise and appropriate. The mutual connection between authoritarianism and economic stagnation constitutes my main point, so I considered some potential factors that may have influenced this connection. There are primarily 4 factors in this direction. The authoritarian powers of the Sahel countries have been directly responsible for the economic stagnation in their countries as a result of their every action aimed at maintaining their political control. These include suppressive education to deflect criticism of their strong arm tactics, the lack of governance and foreign direct investments due to severe corruption, overemphasis on military spending in the national budget, and the failure of economic policies resulting from the pursuit of short-term gains. On the other hand, there are primarily 3 factors in this direction. Economic stagnation has stabilized its power utilizing the rigid industrial structure, the outflow of highly skilled personnel who have the potential to become the opposition forces, and the justification of the political system via support from external authoritarian actors. And here is the entire outline of my thesis. After the research, I found that each of the factors I mentioned before has had a significant impact on this interrelationship. To break this complex cycle, it is essential to address not only governance failures, but also the more profound economic structures that these regimes have employed to maintain control. Furthermore, this topic has huge potential for future research, such as comparison to regimes labeled as authoritarian, which are not only geographically, but also temporarily different from the present-day ruling power in the Sahel. Finally, I will talk about the ALESA course in general. Throughout this course, we learn the basic rules and methods of academic writing in English, using examples from various high-quality articles. The class includes discussions and some writing activities, but the main goal is to complete our own research and writing in English, accurately following the rules of academic writing. It may be unfamiliar for Japanese students to discuss and write in English at first, but it is definitely a valuable opportunity to study a particular topic in English, rather than simply studying English as we did in high school. Thank you for watching, and I hope I could help you learn more about the ALESA course.